べ終わりました。でもちろんこれは使い回しをするので、ウェットティッシュでよく拭いて、またこのスプーンは使い回しします。はい、もう暑くてたまらないので、このクールタオルを濡らして首に巻いていきたいと思います。これ200円だったかな。でこれタオルだけのやつを買ってきたんですけど、これやっぱりあると全然気分的に違います。でこれダイソーで売ってるスクリュートップっていう、こうやってひねって中のものをかなり密閉できる容器なんですね。でこれのいいのは、中に水分のあるものを入れておいても漏れにくいんですよ。完全防水とまでは言わないんですけど。でこれを今回ちょっとこれを濡らす容器に使います。一応これマイナス20度から上は120度までいって、で 590ml お湯が入れられるんで、こういうタイプのちっちゃくなってる、これ3つで100円のチキンラーメンでダイソーに売ってるやつなんですけど、こういうやつも入れるし、あとスープとかも作れるし、紙コップを備蓄してる人もいると思うんですけど、私はこれにアイラップをかけて、で使い捨てにしてアイラップを捨てて、この容器は使い回しをするっていう形で考えてます。これと同じもので600って言ってちょっと背の高いやつもあるんですよ。これはどっちでも好き好きじゃないかなと思うんですけど、私はちょっと容量が590で重少ないんですけど、こっちの平型の方を防災用にしてます。アイラップはやっぱり熱に強いとか、あと食べ物に触れても体に悪い成分が入ってないっていうので、防災用に向いてるとは思うんですけど、これ 500ml のペットボトルなんですけど、うちの水道を入れてあるただのペットボトルなんですけど、これを何本使ったかっていうのを、これを空にした容器ごと貯めていって、で後で計算したいと思います。これを入れます。お水を入れます。4分の1ぐらい入れました。だいたいしっとり濡れたので、よいしょ。冷たい、気持ちいい。これお名前ペン4本入り100円のやつです。クールタオル、こういう折りたたみ式のハンガーがダイソーとかで売ってるんですけど、何もついてないやつとなんかついてるやつが100円で両方売ってるんですよ。で個人的には洗濯バサミがついてるやつの方が断然おすすめです。はい、でこれをちょっとそこの方に、チャンネル登録よろしく。はい、あとこれ体重計です。今回のチャレンジで体重が1週間でどのくらい変動したのかもちょっと記録しておこうと思います。私 BMI で25ぐらいあるんですよ。この企画中にダイエットできたらいいなっていうのも正直思ってます。目指してるのはマイナス10キロなんですけど、こういうチャレンジを何回か続けているうちに5キロとかちょっと痩せていければいいなと思ってます。こちらのワッツで800円で買えるラジオ、スマホの基地局が落ちた時でもラジオは聴けるだろうっていうので、まあクリアに聞こえてます。今回はこちらのソファー、あとブランケットというかタオルケット、こちらの2点はチートアイテムで最初からあるものと思って使用させていただくことにします。本当はエアマットとかウレタンマットとかそういうのを使った方がちゃんとした疑似体験にはなるんですけど、エアマットとかウレタンマット寝心地あんまり良くないので、1日で体が壊れるぐらいボロボロになるんですね。で今回7日間チャレンジでちょっとこれは無理だなと思って最初から諦めてるので、今回ソファーにさせていただいてるんです。正直一番おすすめなのはインフレーターマットっていうでかいやつなんですよ。あれは寝心地が良いし、あれがおすすめなんですけど、やっぱりかさばるのと重いのとっていうので小さくはないんですね。なので車が大きい人だったらインフレーターマットを車に乗せておくこともできると思うんですけど、普通車だとちょっと厳しいかもしれないかなっていうのがあります。今回のチャレンジはちょっとチートアイテムでソファーで寝させてもらうんですけど、次回はマットもちゃんとした防災用品でちょっと寝てみようかなと思います。はい、それでは
この7日間に使う電源についてご紹介していきたいと思います。はい、こちらです。こちらはゼンデュアさんのスーパーベース1000という商品になります。はい。これがちょうどだいたい 1000Wh の容量があるんですよ。だいたいこれと同じぐらいの容量の商品っていうのをちょっと今後で編集で並べておくんですけど、最大出力が 1000W。結構すごいキリがいい子なんですけど、すごく検証に向いてるやつなんですね。今回 100% に充電してあります。パソコンは今回チートアイテムとして普通に家の電源から取らせていただくんですよ。仕事とか編集とかは普通は災害時にしないことなので、これで1週間何%ぐらい使い切ったかによって、だいたいどのくらいの容量を夜の電気とかで使うのかっていうことがわかるかなと思います。それとは別にこういう電池式のヘッドライトとか、これはもう本当に必ず必要なものなので、必要品の中には入れておくんですけど、今回ポータブル電源がどのくらい容量を1週間で使うのかっていう実験をしたいので、今回は夜の電気は全てこういう直接電源を取るものからで、夜の電気も7日間分使っていきたいと思います。このポタ電本体ももちろん光るんですよ。LED ってボタンを押せば、こうやってすごい明るく光るし、消費電力 5W ぐらいですごく明るく光るので、これでも99.9 時間なので、1週間分は全然持つと思うんですけど、2W ぐらいしか消費してないんですよ。で、こういう乾電池を使ったライト、LED ライトっていうのもすごく長寿命だし、使い勝手がいいんで、電源がそばになくても使えるんで、こういうのも本当は使っていきたいんですけど、今回は検証はポータブル電源の方を優先させてもらって、電池だけで防災訓練するっていう回も今度また別の次の動画でチャレンジしていきたいと思います。喉が渇いたのでお茶を飲みたいんですけど、コップについてはこの歯磨きセットの外側がコップの形をしてるので、これをコップ代わりに使おうかなと思います。極力使用するものを減らすっていう意味で、これね、この中に入ってるこの歯ブラシのこの本体がすごくよくって、めちゃくちゃちっちゃくなるじゃないですか、これ。だから防災用品としてこれがすごくちっちゃくなるので、これだけ持ってってもいいんですけど、こういう歯間ブラシを2本ぐらいセットにして、こういう形で防災用品にしてます。歯磨き粉が入ってるんですよ、本来。うち実は歯磨き粉を使わないお家でして、お水だけでゴシゴシしてお水だけで流す習慣になってるんですよ。で、最初のうちはちょっと慣れてなくて気持ち悪かったんですけど、もうそれ何年かやってると、もう全然歯磨き粉とかいらなくなりました。いいんですけど、この蓋がちょっと外れやすすぎるんですね。こうやってすぐ落ちちゃう。ので、これがすごいおすすめっていうわけではないです。けど、この中身のこれについてだけは、すごくコンパクトになるのでおすすめです。これをウェットティッシュで拭いて、で、ここにお茶を入れておこうと思います。セール品で1本100円だったんですけど、まあ普通に買っても110いくらかな。ちょうどこれで一口分なので、まあいいかな。美味しい？うんいいな、氷。美味しそうだな、冷たくて。なんでこっちの部屋にいるの？あっちの部屋の方が涼しいやろ。だって母ちゃんが大好きすぎてきたから母ちゃんに入れてあげる。いいよ。はい、乾杯。じゃあ母ちゃんに母ちゃんは飲んじゃダメなんだよ。なんで？今はね、母ちゃんもこれから1週間ぐらいゆずると同じのが食べられないの。氷は出さないでくれ。ウェイ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 。あ、しまった。取れてる。はい、なんとか天井ちょっと補修しました。
テープで留めたん。テープで留めた。なんかね、防災用品として結構長くしまっておいたやつだから、で粘着力がかなりベタベタになってるというか落ちてる気がします。この中で母ちゃん1週間トイレするんだよ。1週間トイレしたらもうトイレで済むことになっちゃうやん。トイレに住むような感じになるね。重いよ。なんでここに重いよ。なんで母ちゃんに乗るんだよ、重いやろ。今12時半ぐらいで初めてトイレを使いたいと思います。はい、というわけでお腹が空いたのでお昼ご飯を食べたいと思います。で、こちらのミルクパン、これがダイソーで売ってる100円のやつですね。カロリーがだいたい259カロリーらしいです。トランス脂肪酸フリーとか、国内小麦粉とか、いろいろ書いてあります。あと、添加物の使用を控えてあるそうです。っていう割にまあ、いろいろは書いてあるんですけど、で実際のところ災害が発生して4、5日以上1週間ぐらいはもううちに置いてある普通の食べ物、冷蔵庫とか冷凍庫とか、あと乾物あたりで全然1週間はいけると思うんですね。で防災備蓄はまあ移動しやすいように別の袋に入れておいてあるっていうのと、通常の家の食べ物がなくなった後の予備というか保険ですよね。パサパサしてます優しい味で美味しいですよ。で災害が発生して最初の3日間ぐらいはなかなかゆっくりお湯を沸かしてカップ麺を作るかっていうのすらちょっと難しいかなっていうので、こういうすぐ食べられる系のパン、缶詰のパンとかもありますよね。おかゆとかパンとかもう調理しなくてもすぐその場で食べられるやつっていうのが最初の3日ぐらいはやっぱり重要なのかなって思います。ちょうどこれ本当に一口で飲みきれるサイズでいいですね。今回は本当にこのソファーはまあベッド兼用ソファーでちょっと中途させていただいてるんですけど、やっぱり座る場所があったり机があるってだけでも全然本当に恵まれてる感がするんですよね。早くもこのタオルがちょっと香ばしくなってきまして、でこれをまた洗いたいと思います。クールタオル用のパイロットで、今回はこの排水にこの釣り用バケツ、いつも車中泊とかで私が排水に使ってるバケツがあるんですけど、これに洗った残りのお水を捨てていこうと思います。洗うとやっぱ変わりますわ。ああ、よかった。匂いが取れました。ちょっとだけ濁ってる気がしますね。よいしょ。これね、釣りのバケツなんですけど、そんな高くないやつで、いいのが、完全密閉になるんですよ。旅行中なんかで排水とかをこのまんま蓋して車で持って帰っても車内が匂ったりとか、あと完全防水なんです一応。お水入ってても落ちない。防災用品としてこれを持っていけるかどうか謎なんですけど、車中泊アイテムとしてはうちは使っているものなので、タオルを洗った水ぐらいだったらその辺に捨てればいいと思うんですけど、今回はどのくらい排水が出るのかっていうのも記録しておきたいので、このバケツに取っておくことにします。今回この1週間チャレンジで私が着てる服、この服についてもちょっとご紹介していこうかなと思います。このくらいの丈があるワンピースです。で、このワンピース500円で島村で売ってるやつです。今回3着ほど買いました。これと同じマークが入ってる。これも500円なんですね。1枚で一応ズボンとかなくても着ればなんとかなる服なんですけど、こちらも500円。同じようなワンピースです。緑とかグレーとか黒とか、なんかこう地味色が好きなんですけど、まあ汚れが目立たないというのと、こういう濡れても肌色が透けないぐらいの濃いめの色で私は揃えてます。あと女性の方におすすめなんですけど、完全無縫製のひんやり食感っていうこういうのが売ってるんですね。こういうブラです。でこれのいいのが
内側にも布が貼ってあってサラサラした生地で、このまんまつけたまま寝てても全然締め付けられなくっていいんですよ。あとこれですね、つけっぱなしで寝れるブラ。私車中泊とかキャンプとか行くんですけど、夜はもうこれをつけっぱなしで寝てっていうので居心地よくいられてます。こういうねアイテムって結構重要だと思うんですよ。あとはこれも島村で300円で売ってるレギンスですね。でこれ10分だけなんですけど、私足の毛をしっかり真面目に剃らないので、足の毛とか伸びてた時に恥ずかしくないっていうのでレギンスを用意してます。で今は下素足です。室内で他に誰にも見られないので、ただやっぱり他に周りに人がいたりとか、足をあんまりあらわにしない方がいいだろうなっていうのがあるので、こういうレギンスも今回2枚買っておきました。なのでシャツも2枚、ブラも2つで、このレギンスも2着で、今回防災用品として置いておきたいなと思います。パンツも3つ入りで790円で島村に売ってるんですよ。でこれを1セット防災用品というか、今回のチャレンジ企画に使っていいかなと思ってます。でね、もしもうまくダイエットができれば LL サイズから L サイズにダウンサイズできるんじゃないかと思いつつ、あと予備でこういう L サイズなんですけど、このトラベル用ショーツで、今私はこういうタイプのショーツを履いて、他の動画でご説明してるんですけど、これ生理用ナプキン代わりの布ナプキンのタオルなんですけど、これを今私は股に挟んでる状態です。で今私生理中ではないんですけど、これを入れておくことによって2日間ぐらい肌に汚れた部分がつかないでいられるんですね。ただこれ一回汚れてしまうと、さすがにこれは災害時にちょっと洗いにくいんですよね。なんでやっぱりこういう着替えを用意するかになってくると思うんですよ。あとはですね、これ100均で売ってる洗濯ネットです。白の方が洗濯ネットって分かりやすいんですけど、例えば旅行に行ったりとか出先でこれに着替えを入れたりとかするのに、この黒色とか結構ダークな色にしておくと、あんまりこう見られた時に恥ずかしさというか生活感がなくて、これもおすすめです。でここに吊り下げる輪っかがついてるので、例えばなんか形の崩れやすいものとか、このままこの袋のまま入れて乾かすこともできると思います。あとはこのサコッシュは980円ぐらいかな。結構昔にすごく激安でユニクロで売ってたサコッシュです。今回は家の中のチャレンジなので完結するんですけど、外にいる時に、貴重品を入れておきたいですよね。でやっぱり大きな荷物はもうテントとかに置いていくしかないんですけど、ちょっと出かける時とかでやっぱりそのテントの鍵とか、あとお財布とか携帯とかを入れるのにサコッシュっていうのを一つ防災用の服の中に入れておきたいなって思って、これを入れてあります。だから100均のサコッシュでいいと思います。あと忘れてならない靴下ですね。今回は家の中のチャレンジなので全く靴下履かないんですけど、体育館とか汚れたところの床を歩くのに靴下は必要だと思います。洗い替えを含めて2つぐらい入れときたいなと思います。それをひとまとめにするのがこの100均の200円か300円かする圧縮袋ですね。私いつもワンピースとレギンスでいるんですけど、これが1着分の着替えでワンピースとレギンスとパンツとブラとあと靴下で1つセットになってます。でこういうのを私は1つ車の中に常備しておいて、で出かけた先に急に寝泊まりする時とか、大雨で濡れてしまったとかわかんないんですけど、そういう時の予備用の着替えでこれ車に入れてあったんですけど、今回はそれを2着分用意して7日間チャレンジで実際に使用していきたいと思います。やっぱりね濡れてほしくないものは一応こういうジップに入れとく方が安全かなと思います。で余談なんですけど、このジップロックに携帯電話入れて、で携帯電話を上から操作することもできるので、ジップロックは必ず防災用品に入れておいた方がいいと思います。
携帯用の防水バッグみたいなのも防災用品に入れてあるんですけど、これ1枚入れとく方が圧倒的に軽いですよね。レギンスが300円で売ってるっていうのも、ダイソーでも400円ぐらいで売ってたかな。なんで本当に300円400円でかなり安くなるんですけど、シーズンに必ず1回ぐらいそういう激安で売ってる日があるんですよ。なんでちゃんと見逃さずに、そういう時にしっかり毎年買っておけば、長く使えば5、6年使えるんじゃないかなと思うんですけど、ワンピース、靴下、パンツ、ナイトブラ、レギンス。これに、あとこれ、5枚パック。洗濯用ネットとサコッシュ、ミニサコッシュ1つ。はい。で、これで、パンパンなんですけど、まあ、そんなに言っても圧縮してるってほどではないんですけど、ただ、持ち運びやすくなるというか、まとめて、これで、今回この1週間、今着てる服と、この2着の3着でなんか回していきたいなと思います。もう一つ重要なのを忘れてました。これ、サンダルですね。これブログでもご紹介したんですけど、400円ぐらいかな ?300 円 ?400 円かなで売ってるサンダルなんですけど、これだから室内用としてはスリッパにもなるし、ゴムなので、外でも使えるやつです。薄っぺらくなって軽いやつ。避難先の場所で使いたいスリッパとして持ってきます。で、クロックスでもいいんですけど、クロックスちょっとかさばるので、私はこれを入れてあります。やっぱり足が開放できるってすごく楽なんですよ。防災用でよく入れてあるのが、こういう布製みたいなスリッパなんですけど、これだとやっぱり外は歩けないんですよね。だからどうせ備えるんだったら、外でも使える、こういう防水性のある、そこのやつの方がいいんじゃないかなって思います。ヘアゴム、これ重要でした。私髪長いんで、くくっておきたいので、ヘアゴムをいくつか服の中に入れておくっていうのも忘れないようにしておきたいと思います。それでですね、こういう長いロープ状の輪ゴムで売ってるやつもあるので、こういうので買っておいて、あとハサミで自分でちっちゃくして輪ゴムにするっていうのでもいいかもしれないです。すいません、2時半前ですけど、お腹が空きました。今日はパンとおかゆを食べたんですけど、まだちょっと食べ足りないので、こちらのクリームシチューを食べたいと思います。栄養になるものも補った方がいいかなと思うので、今回はこの野菜ジュースを飲んでみようと思うんですけど、これね、防災備蓄で以前に買ったんですけど、買ったはいいんですけど、全然これ飲む気にならないんですよね。野菜ジュースでも比較的普通のジュースに近いタイプのジュースあるじゃないですか。ただ一つ問題が、今回は私一人のチャレンジなので、これを一本一人で飲み切らないといけないんですよ。常温で保存するので、今あったかい時期だから、早めに飲み切らないといけないですよね。で、さっき麦茶を開けてしまったので、これもこれも両方開けると、今度は麦茶の消費がなかなか進まないじゃないですか。しまったなと思って。こういう2リットルペットで備えるっていうよりは、できるだけ500ミリリットルペットの備蓄の方がおすすめですね。まあ、家族がいれば、このくらいあっという間に消費できるんやと思うんですけど、これも家族と飲めば、多分数時間で飲めるかな、半日で飲み切れるかなって思うんですけど、今回みたいに1人の場合、これ1本を1日で飲み切るのもまあまあ大変ぐらいな勢いなんで、っていうのを念頭に置いて備えられた方がいいなと思います。なんか中途半端な時間なんですけども、気分的には夜ご飯なんですよね。すごくなんか一日が長く感じますね。はい、これも100円のやつですよね、確か。いただきます。温めた方がいいんでしょうけど、ちょっと常温で食べてみます。全然いけます。今28度なんですけど、ぬるいというか冷たくは感じないんで、そこまで。暑いので、あんまりあったかいものが食べたい気分じゃないので、これでちょうどいいです。やっぱりなんか酸っぱい。はい、ごちそうさまでした。ちょっとなんかお腹に物が入ってると気分落ち着きますね。普段どれだけ自分が
食べることを楽しみに生きてるかっていうのをすごく感じる時間ですよね。避難所で誰かが豪華な食事を持ち込んで、で、一角で食べてて美味しい匂いとかプンプンさせてると、すごい怒り出す人とかいるっていうのがあるじゃないですか。あれの疑似体験ができるような気がしますね。あ、そうなんですよ。で、今回この防災訓練を取り組みたかったものの、結構裏テーマとして、やっぱり気持ちの面で慣れておきたいっていうのがあるんですよね。なんかこういう災害が起きた時って、やっぱり PTSD とか気持ちが落ち込んで食べる気がなくなるとか、眠れなくなるとか、その環境の変化についていけなくって、で、病んでしまうっていう人が結構いらっしゃるんですよ。これで防災訓練として、非常時に備えれば備えるほど、非常時が来た時に、まあショックは受けると思うんですけど、来てしまったかみたいな諦めとともに、そのために訓練してきたし、ここを乗り越えてやるぞっていう前向きな気持ちに早くなれないかなっていう、淡い期待なんですね。その時になってみないと、実際自分がどれだけ落ち込むかっていうのは予想もできないんですし、やっぱり情緒不安定になるし、眠れなくはなりますよね。やっぱり不安で。一番すごいなと思ったのが、311の地震が起きた中でも、普通に仕事に出勤される人とか、いっぱいいらっしゃるんですよ。停電するじゃないですか。電車も止まるし、あとコンビニなんかにもそういう食料品とかがあったりなかったりする。そんな中でも、みんな日常を続けようみたいな、そういう人が多かったんですよ、東京。あれはあれですごい精神力だなって思ったんですけど、一日が長いわ。暑い。はい、今、お食事前なんですけど、子供がお腹が空いたっていうので、この海苔塩を一袋おやつで渡しました。4つセットで100均に売ってるやつなんですけど、ちょうどこれ1つ分ぐらいだったら、お腹がちょっと満たされるけど、でも夜ご飯とかは邪魔しない程度の小腹向きのパックになるんですよ。私もちょっと小腹が空いたので、これ1袋食べさせてもらって、これをまたこっちのカゴの中に入れてきます。おやつ食べたらちょっと塩分の強いものなので、お茶飲みすぎてちょっとトイレ行きたくなったので行ってきます。本日2回目のトイレです。そろそろ電気欲しいかな。ヘッドライトを使ってトイレ行ってきます。はい、電池式のヘッドライトを使ってトイレしてきましたけど、今んとこ問題なく、匂いもまだ出てない感じでできてます。明日はね、多分、ダイもするはずなので、しないかもわかんないんですけど、ダイからですよね。ショーは、ちゃんと、匂いを防止する袋に入れておけば、1日くらいだったら、今んとこ、そんなに匂ってる感じはしません。5時45分です。もうだいぶ暗くなってきたので、そろそろ電気を点灯したいと思います。0W って 0.2W ぐらいなので、夜通しつけといても大丈夫かなっていう感じです。仕事と編集をさせていただくのに、ちょっとパソコンだけ別電源で動かさせてもらおうと思います。パソコンする時のライトとして電気を使わせてもらおうかなと思います。これちょっと 3COINS のデスクライトみたいな形でちょっと机につけました。お腹が空きました。ヘッドライトを頼りに缶詰で美味しそうなのを探したんですけど、暗くてよくわからなかったです。食べ物の整理は明るいうちにしなきゃダメだなって思いました。で、今回見つけたのが、この焼き鳥の柚子塩胡椒味とタレ味。同じメーカーで同じ値段で100円のやつなんで、今回これをケースの中に入れて、こっちを食べさせてもらおうと思います。缶詰はね、おすすめだと思うんです。長期的に持つっていうのもあるし、あと保存状態もよっぽどじゃないと大丈夫じゃないですか。いただきます。美味しいんですけど、めっちゃ塩辛い。ご飯が欲しくなる味。
こんな感じで、ちょっとピリッとくるので、子供向きじゃないと思うんですけど、大人にはかなり美味しいですね。白粥1セット食べたいと思います。やっぱお粥便利ですね。特に夏ですね。冬は多分相当冷たくなって食べられないと思うんですけど、夏なんでちょっと冷たいというか、常温冷たいぐらいでちょうど食べやすいんですよ、暑いより。タレが本当にちょっと辛めっていうか味が濃いめなので、めっちゃお粥が進みます。お尻がすごく痛くなってきました。なんかこのソファーちょっと硬めなんですよ。ソファーでさえ座ってるとお尻が痛くなるので、防災アイテムに一つはお尻の下に引くクッションは入れといた方がいいと思います。100均でも折りたたみのウレタンみたいなのが売ってるし、あれで十分だと思いますし、あとはもう空気を入れて膨らませる座布団みたいなやつですね。あれは本当に1枚は入れといた方がいいと思いますね。はい、ごちそうさまでした。いや、でもまだちょっと小腹が空いてる感じがします。でもなんか食べれるだけでありがたいです。暗くなったので、また明日明るくなってから説明するんですけど、これダイソーで USB の延長コードっていうのがあるんですね。それにこのミニライトをつないで、吊るしたら結構手元が明るくなることが分かったので、これで撮影もまあまあできるかなと思います。はい。で、まだ8時なんですけど、もう眠くなってきたので寝ようかと思います。はい。で、あと歯磨きですね。1回の歯磨きでだいたい3分の1ぐらい使いました。車中泊でもいつもこんなもんですね。子供と2人で歯磨きするんですけど、だいたい半分かな。子供と2人で使っても半分ぐらいの消費になります。防災訓練ということで、この電気は一晩中つけっぱなしにしておきたいと思います。はい。というわけで、今日の動画は一旦ここで締め切らせていただこうと思います。これが7日間って結構気が遠くなると思うんですけど、多分細かいこといろいろごちゃごちゃお話しするのは最初の3日とか4日とか、後半はぎゅっと縮めてお話できるかと思いますので、お時間のあります方はぜひぜひ次の動画の方もご覧いただきますようにお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。